皆さん、こんにちは。今日は日本のおつまみ文化についてご紹介しようと思います。皆さん、おつまみってわかりますか？おつまみっていうのは、お酒を飲むときに一緒に食べる軽い食べ物のことです。おつまみはお酒と合わせて楽しむので、お酒の味を美味しく感じさせたりとか、逆におつまみの味をお酒によって美味しく感じさせたりとかすることができます。それだけじゃなくて、お酒を飲む時間を楽しいものにしてくれる、それがおつまみです。先日、日本のお酒について別の動画でご紹介しました。そちらの動画では、日本のこういうお酒が飲んでみたいとか、こういうお酒が好きですってコメントをくださった方もいて、すごく嬉しかったです。今回はそういう日本のお酒に合うおつまみをご紹介しようと思います。動画を始める前に私のチャンネルについてちょっとご紹介させてください。私の動画では毎回字幕と漢字には振り仮名をつけています。それから YouTube の動画の設定をポチッとしてもらえると、皆さんの言語で字幕が見られるようにご用意しています。だから私の動画内の日本語の字幕と合わせて皆さんの言語の字幕を一緒に表示をすることができます。皆さん、この設定は知ってましたか？もしかしたら皆さんの母国語がご用意できてないかもしれないので、そういう時は私の国のこの言語を字幕で出してくださいって言ってください。そしたら言語を追加しておきます。最初はこの動画内の字幕を下につけていました。でも YouTube 動画の設定で字幕を開くとデバイスによっては文字が被ってしまいますってコメントをいただきました。だから動画の上に字幕を置きました。でもそしたら字幕を下にしてほしいっていう意見も多くいただきました。だから今回は一番下じゃなくてちょっと上、真ん中あたりになっちゃいますが、ここにセットすることにしました。はい、どうでしょうか？実験ですね。皆さんにとってどの位置の字幕が一番見やすいですか？画面の下に字幕を置いた動画と画面の上に字幕を置いた動画の URL も動画の概要欄に載せておくので、もしよかったら皆さんにとって一番理想の字幕の場所を教えてください。こうやって皆さんにとって役に立つ動画を皆さんとちょっとずつ調整して作っていけたらいいなと思います。ぜひ協力をお願いします。皆さんの国ではお酒を飲みながらおつまみを食べることは多いですか？国によってはお酒はご飯を食べた後に飲むものっていうことがあるみたいですね。例えばドイツではお酒はご飯を食べた後に飲むから、お酒と一緒に食べるおつまみなどはないことが多いというふうに聞きました。これは本当でしょうか？あるいはそういう文化がある他の国ってありますか？日本ではお酒を飲みながらご飯を食べる時もあるし、お酒を飲みながらおつまみを食べる時もあります。おつまみっていうのは実は日本の平安時代から使われていた言葉らしいです。平安時代っていうのは西暦794年から1185年まで、この期間が平安時代です。すごく昔ですよね。そんな昔からおつまみを食べるっていう文化はあったってことですね。つまみっていうのは、つまむっていう動詞、例えばお箸で豆をつまむとか、手でお寿司をつまむとか。だから本来は
手で掴んで食べられるものという意味が強いらしいです。でもね、現代は手でつまむものだけじゃなくて、お箸でつまむものが多いです。例えばね、定番の日本のおつまみって言えば、枝豆ですね。枝豆は手でつまんで食べることが多いです。枝豆ってわかりますか？枝豆は緑色の細長い房みたいなに入ったお豆ですね。一つの房にいくつかお豆が入ってます。これを塩茹でします。お鍋に塩を入れて茹でる。人によっては枝豆の上にもパラパラって塩を振りかけることもあります。それだけですごく美味しいんです。枝豆はね、体にもいいって言われていて、栄養もたっぷりです。お酒をね、飲むと肝臓を使いますね。体の臓器です。肝臓に負担がかかります。枝豆は肝臓の働きを助けてくれると言われているから、次の日に二日酔いをしたくなければ枝豆を食べようって言われています。枝豆はビールにとっても合います。ビールを飲むときは枝豆が食べたくなります。次にね、日本のおつまみといえばスルメです。スルメってわかりますか？スルメっていうのは干したイカを焼いて作るものです。皆さんの国ではそもそもイカは食べますか？日本ではイカをよく食べます。スルメはおつまみとしてすごく定番で、おつまみというかおやつとして私は小さい頃からよく食べてました。干したね、イカを焼いてるからすごく香ばしくて美味しそうな匂いがします。私はスルメにマヨネーズをつけて食べるのがすごく好きです。マヨネーズといえば、マヨネーズの味って海外のものと日本のものかなり違うと思います。日本のマヨネーズは卵とかたくさん使っていてすごく美味しいなと思うので、皆さんもぜひ日本に来たら日本のマヨネーズ舐めてみてください。ぜひね、美味しいかどうか感想も教えてくださいね。このスルメは硬いからもぐもぐもぐって噛んで味を出します。噛むほどに旨味が広がっていきます。旨味っていう概念も日本特有らしいんですが、旨味っていうのは美味しさとはちょっと違います。奥深い美味しさ、説明がね、すごく難しいんですが、日本人は旨味を大切にして料理をしたりします。スルメはね、日本酒とか焼酎によく合います。私は冬に日本酒を温めた熱燗を飲みながらスルメを食べるのがすごく好きです。あとは日本のおつまみとして定番なものといえば唐揚げです。唐揚げは鶏肉に味をつけて揚げたもの。それを唐揚げと言います。外はね、カリッとさせて、中はジューシーに作り上げるのが特徴です。唐揚げにもね、いろんな味があって、地域でも違うし、お店でもそのお店独特の味で作ったりとかしていて、食べ比べるのもすごく楽しいです。これも私としてはビールにすごく合うと思います。お肉とかのね、ジューシーな肉汁を楽しめるお料理は大体ビールに合いますね。他にも漬物って皆さんわかりますか？日本に来たことがない人は多分知らないと思います。でも日本では定食屋さんとかに行けば大体漬物が合わせて出てきます。これはおつまみとしてもすごく人気があります。例えばきゅうりの漬物ですね。漬物っていうのは基本的には野菜をね、塩とか醤油とか味噌とかお酢とか麹とか米ぬかとかそういうものに
漬け込んで作る食べ物です。味はね、ものにもよるんですが、ちょっと酸っぱいこともあるし、ちょっとしょっぱいこともあります。お野菜がしんなりして、ちょっと柔らかいんですね。でも、噛むとコリコリっていう食感がする食べ物です。日本のね、定番の食材だし、すごくね、保存性が高いから、冷蔵庫に入れておけば、長い間、腐ることなく、美味しく食べることができます。野菜をね、一口サイズとかに切って提供するから、おつまみとしてぴったりです。口の中がさっぱりするので、油っぽくないし、あっさりしたものがちょっとつまみたい時におすすめです。お野菜は、例えば、きゅうりとか、白菜とか、ナスとか、そういうお野菜を漬物にすることが多いです。漬物は、日本酒とか、焼酎のおつまみに合います。おつまみがないと、口が寂しいな。でも、そんなにお腹は空いてないしな。脂っこいものも疲れちゃったな。っていう時に、漬物がすごくおすすめです。あとは、お刺身もいいおつまみですね。お刺身は生のお魚です。日本ではお魚を生のまま食べることが多いです。すごくね、新鮮だから生のまま食べても安全だし美味しいです。結構ね、海外だと新鮮な生魚を食べるのが難しいから美味しくないお魚を食べてお魚が嫌いになってしまったっていう人もいるみたいです。でも日本では基本的に新鮮なお魚が食べられるので、日本人でお魚が好きじゃないっていう人はあんまりいないと思います。私もお魚を食べるのは好きです。お刺身でね、有名なものといえば、例えばマグロですね。赤身の魚です。あるいはサーモンですね。これはピンクというかオレンジというか、そういう色をしたお刺身です。そういうお刺身を醤油にちょっとつけながらお箸でつまんで食べます。お魚もね、すごく健康的だし、あっさりしているので、ご飯を食べた後にお酒を飲む時におつまみとしてずっとつまみやすいものの一つだと思います。お刺身も日本酒に合うかなと思います。やっぱり日本で取れる食材は日本のお酒と合うなと私は思います。逆にね、お刺身をワインと一緒に食べるとワインがすごく臭く感じてしまいます。お刺身の臭さが引き立ってしまうからおすすめしません。はい。こんな感じで日本ではお酒だけを飲むよりもお酒と合わせて小さいお皿に乗せたおつまみを食べながらお酒を飲むっていうのが定番です。おつまみはね、すごくシンプルなんですが、お酒を飲む時間をより楽しくしてくれる。そしてお酒をより美味しく感じさせてくれる。そういうものです。家でお酒を飲む宅飲みをするときも基本的にはおつまみを用意してお酒を飲みます。家だったらね、例えばポテトチップスとか買ってきたナッツとかそういうものをお皿に出しておつまみにすることも多いので、おつまみがいつも料理なわけではないですが、お酒を飲むときにはおつまみがあると楽しいですね。もし皆さんにお気に入りのおつまみとお酒のセットがあればコメントで教えてください。私はお酒とおつまみの食べ合わせ、飲み合わせが大好きなので、皆さんのおすすめも聞いてみたいです。ということで今日の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。